海上自衛隊最新のイージス艦であり、最大の戦闘艦艇である、マヤ型護衛艦。それに対して、中国海軍最新の駆逐艦であり、最大の戦闘艦艇である、連敗型駆逐艦。収益タイミングもほぼ一緒で最新鋭艦であるこの2隻の性能を徹底比較。前回の前編では、艦のステルス性やサイズ感、機関や速力、搭載する手法、対空ミサイル、対艦ミサイルの性能について比較しましたが、後編の今回は対戦兵器の性能比較に加えて、この手の艦艇では最も重要と言っても過言ではない、レーダーの探知距離や精度、ミサイルの射撃管制などに関する性能を詳しく比較していきます。まずはアスロックに代表される対戦ミサイルですが、マヤ型も含めて、秋月型2番艦、テル月以降に建造された護衛艦には、国産の、丸7式アスロックが搭載されており、射程は40キロで、従来の2倍程度に延伸されています。とはいえ、現在の対戦戦闘の主力は哨戒機や対戦ヘリなどの航空戦力へと移っているため、近年ではわざわざ対戦ミサイルを新規開発する国は多くないようですが、中国においても米国のアスロックを真似てこの手のミサイルを開発しており、連敗型には CY5 という新型の対戦ミサイルが搭載されています。この CY5 についても VLS からの発射を可能としたタイプで、その弾頭には西側の魚雷も含めた様々なタイプを搭載可能とされており、射程は30キロ程度とされています。このように日本と中国では多少の射程の違いはあるものの、そもそも潜水艦を探知しないことには射程もクソもないので、どれだけ遠くから潜水艦を探知できるかが最も重要になります。つまりソナーや対戦哨戒機の効率的な運用の方が重要ってことですね。次に魚雷ですが、マヤ型を含む日本の護衛艦には数種類の魚雷を装備していると言われ、米国製のマーク46や国産の97式単魚雷が主力となっていましたが、マヤ型などの最新鋭艦には、12式単魚雷が搭載され、その射程は97式単魚雷を上回るとされています。また、12式単魚雷は、沿海、旋海域の対処能力が大幅に向上しているとされます。沿海、旋海域では、外洋に比べて海水の塩分濃度、水温、海流、海底地形などの変化が大きく、音響探知や誘導に高度な技術を要すると言われており、12式単魚雷はそれを実現した高性能魚雷と言えます。おそらくは高性能な分だけ高単価なはずなので、調達数はかなり少ないことが予想され、必要分を揃えられない可能性が高そう。中国の連敗型には、従来の YU7 魚雷に加えて、最新の YU11 魚雷も装備されている可能性があります。まずは YU7 ですが、開発にあたっては、米国のマーク46と、イタリアの A224S をコピーし作られたと言われています。しかし、その当時、米国のマーク46を入手する手段が中国にはありませんでしたが、運よくも南シナ海でマーク46魚雷が中国漁師の網にかかったことで、リバースエンジニアリングが可能となりました。さらに1980年代は、米中関係が良好だったこともあり、各種の米国兵器が中国に輸入され、その中には、網にかかったものより新型の魚雷も含まれており、イタリアから輸入した A244S 単魚雷と合わせて、YU7 の開発に大きな影響を与えることとなりました。この YU7 ですが、射程については約10キロと、ベースとなったマークシリーズとほぼ同レベルと思われます。ちなみに現在ではその YU7 の後継である YU11 が開発されており、より大型の魚雷となり射程も延伸され、静粛性も増しているとのことですが、情報に乏しく詳細なスペックは不明です。まあ大元が米国のマークシリーズなので、それなりの性能は持ち合わせているかと思います。ちなみに日本の12式魚雷は、高性能すぎて中路の潜水艦に使用するには、オーバースペックであるとまで言われる代物なので、魚雷のアドバンテージは今のところ日本かな、という感じ。
続いて、この手の鑑定では最も重要と言っても過言ではない、レーダーやイルミネーターなどの、探知、ミサイル管制に関する能力を見ていきましょう。まずマヤ型のレーダー、スパイ 1DV ですが、混合型などが搭載するスパイ 1D の更新版で、探知距離500キロ、同時追尾数200個、同時対処能力12目標という、それまでの護衛艦とは一線を画す性能を持っています。また、混合型から更新されたこのスパイ 1DV は、電波環境の悪い沿岸域でのジャミングや、クラッターの対処能力が向上しています。ジャミングとは、いわゆる電波妨害や位置を欺瞞することで、クラッターとは探知目標以外からの反射波のことであり、地面、海面、雲、雨からの反射が主なクラッターとなります。まあつまりいろんな状況下において探知精度が向上した、ということですね。それに対して連敗型は、その見た目や能力から、最新型の中華イージス艦とも言われますが、初期の中華イージスとも言われる 052C 型、D 型駆逐艦の経験をもとに、レーダーシステムを進化させています。メインレーダーである 346B 型は、S バンドと呼ばれる周波数帯を使用し、これは広域の探知に向いており、イージス艦と同じように環境の4面に配置されています。それに加えて周波数帯の異なる複数のレーダーをマストに内蔵しており、それぞれの周波数特性の短所を補っています。最大探知距離については、本家のイージス艦よりも優れている可能性を米海軍自身が認めていることから、600キロ程度の探知距離を持つとも言われます。残念ながら同時対処能力などの詳細スペックは不明でしたが、そもそもの同時対処の仕組みとは、アンテナビームの操作を同時に行うことで実現しており、中華イージス艦でもその仕組みには変わりないわけですが、これにはかなりの電力を消費することになるため、連敗の前級にあたる初期型の中華イージス艦では十分な発電能力がなく、本家のイージス艦のレベルの同時対処能力は持たないのではないかと言われていました。しかし、連敗型については艦とエンジンが大型化しており、電力事情は大幅に改善しているはずなので、イージス艦に近い能力を持っていても不思議ではありません。ちなみに、連敗型のように周波数帯が異なる複数のレーダーを装備することは非常に重要で、電波の特性上、波長の長い S バンドが長距離の捜索追尾用、高感度ながらも探知距離の短い X バンドを、小型機や高速飛行目標の追尾、射撃管制に使用、分解能は低いものの、最も波長が長い L バンドを早期警戒や対ステルス機用に使用するなど、抜け目のない監視が可能となります。本家のイージス艦ではメインレーダーとして S バンドを使用しており、秋月型や朝日型のような和製イージスとも言われる艦では、C バンドをメインにしています。これは、アメリカではイージスシステムの開発段階において、空母打撃群や遠征打撃群などの艦隊防護を重要視しており、同時砲は攻撃などにより早く対処するため、広範囲を監視可能な S バンドを採用しています。一方で秋月型や朝日型などは、艦隊防空というよりも、特定の洋艦や股間防空に重きを置いているため、探知範囲はそこそこでも、S バンドより補足精度の高い C バンドを選択しているのだと思われます。はい、ということで、ここまで2つの戦闘艦の性能を比較してきましたが、中国の駆逐艦といえば、劣化版イージスや粗悪なコピー品などと揶揄されることが多かったものの、真似ることで学び、今となっては独自の技術と開発能力を高めています。これまでの中華イージス艦の建造で経験を蓄積し、今回取り上げた連敗型に至っては、世界水準にまで性能を向上させたとも言われています。中国はこのような最先端の艦を、3年間で8隻という驚異のスピードで収益させようとしており、なんならすでに連敗型の後継となる、発展型の艦艇の開発に着手しているとも言われます。特許の出願数は遠の昔に日本を抜き、中国自身の技術力は確実に向上しているため、いくつかの分野ではすでに質や技術の面でも先を行かれていると考えるべきでしょう。何をどうしても明るい未来が見えない。
もはや日本単独で対抗できる相手ではなくなってきているので、アメリカを含めた西側各国との防衛協力を進める以外にないんだろうな。それではこれで、マヤ型と連敗型の性能比較、後編は終了です。前編をお見逃しの方は概要欄からどうぞ。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。